さんこんにちは。お元気にしてますか？私はちょっと最近忙しくしておりました。パーキンソン病と診断されてもうすぐ1年になる私の今日は実際にこの1年で何が変わったのか、何が変わらなかったのか、そして今私がどう考えているのかお話ししたいと思います。診断された時まず思ったのはなんで私がでした。パーキンソン病ってどこかで高齢の方がなる病気っていうイメージがありますよね。だからまだこの年齢でっていう戸惑いと、もしかして自分の生活習慣や生き方が悪かったのかなって過去の自分の行動を責められているような気持ちになりました。それと同時に一番大きかったのはこの先どうなるんだろうっていう不安。症状そのものよりも想像できない未来が一番怖かったんだと思います。この1年で体の変化として感じたのは、右手の動きの遅れは1年をかけて少しだけ増したかなという感覚です。震えは診断直後は少しあったんですけど、今は特定の動きをした時と緊張した時に主に出るだけで、基本的にはほとんどありません。興味深いのは震えが収まってしばらく経った去年の秋頃から拘縮、いわゆるこわばりが出現したことです。なので最近は震えはないけどこわばりが日によって大なり小なりあるっていう感じです。体調の波によってできる日もあればやりにくいなと思う動作もあります。文字がすごく書きづらくなった時期があったことです。ただそれもピーク時よりは今は落ち着いていて、ゆっくりでもいいから頑張って右手で書いていたら、ある日からまた書けるようになりました。あと無意識では動かせなくなっている部分とかもあって、右足を意識して歩いたり右手を振ろうと意識しないとやっぱり動きが小さいなと感じることがあります。あと空間認識というか、これくらい避けたらぶつからないだろうって思って行動しても、実際には自分が思ってるよりうまく避けれてなくてぶつかってしまうことも時々ありました。家の中の小さな段差で足指をぶつけてツッってなったり、こんなことは今までほとんどなかったんですけど、料理中にフライパンの縁に右手が一瞬触れてしまって熱ってなったりすることがこの1年で数回ありました。だから今までの 1.5 倍大きく動くようにしてちょうどいいみたいな、そんな感覚です。確実に全部が悪くなったという感覚ではないし、毎日ではないんですけど、以前と同じままではないというのが正直な実感です。でも変わらなかったこともたくさんあります。私は私のままだし、なんだかんだ診断直後より毎日忙しく、実は結構楽しく過ごしています。趣味の手芸だったりその他楽しいと思えることを積極的にやって自前のドーパミンを出すぞと思って過ごしています。あと YouTube でお話しするのは初めてなんですけど、製菓専門学校で学んでいて今月いっぱいで卒業になります。この年でで3月はちょっと課題とテストに追われていて忙しかったということです。この病気と診断される前に趣味のお菓子作りを極めたいと思って入学申し込みをしたんですね。でその直後にパーキンソン病と診断されて、一時はもう落ち込みますし、入学キャンセルしようかなと諦めかけました。でも手を動かすことはリハビリにもなるし、自分でやろうと決めたことを途中で投げ出すのは嫌だったので、もう半分意地で食らいつきました。
そこの専門学校は、一流でレベルがすごく高くて、仕上げまで半日から数日かけて制作するレシピとかもあって、長時間の立ちっぱなしでの作業とか細かい手先の動きが要求されるので、この病気と毎回対峙しなければならなくて、くっそパーキンソン病名と何回も思いました。でも1年諦めずに卒業まで頑張ってカリキュラムを進めて、課題の提出だったりテストを終えた自分を褒めてあげたいです。病気を理由に諦めなくてよかったなと思いました。お菓子作りの趣味は自分や家族の健康のことを考えて、専門学校卒業とともに一旦一区切りしようと思っています。その代わり4月からまた資格取得に向けて新たなチャレンジを始めるつもりです。これはパーキンソン病の方にとっても有益な資格になると思いますので、また無事に私が資格取れたらどんどん皆さんにも共有していきたいなと思っています。それも一つの私の夢になりそうです。工夫すればできることもまだまだ多いし、できなくなったかもと思った動きでも再学習で戻ってくることもあります。パーキンソン病と診断されたからといって全てが一気に変わってしまうわけではなくて、生活はちゃんと回っています。私が大事だと思ったのは、何もしないよりもできることを続けること、運動、睡眠、栄養、これは本当に大事だと感じています。定期的にウォーキングをしたり、腸内環境を整えるために毎日納豆を食べるとか、自分にできることをできる範囲でコツコツ続けることが一番大切だと思っています。あとは自分とちゃんと向き合うこと、人の情報ではなくて自分の体をベースに考えること、それともう一つ大きかったのは情報との付き合い方です。ネットにはたくさんの情報がありますが、それが全て自分に当てはまるわけではないんですよね。人は指紋が違うように体も生活スタイルもみんな違うので、これが正解っていうものは一つじゃないと思っています。私はこの1年で溢れる情報の中から何を取り入れるかというよりも、何を省くかを学んだように思います。情報ばかり追いかけるよりも、それを一度隅に置いて自分の体を動かしている方がずっと大事だと感じました。正直不安がゼロになったわけではありません。でも診断されたばかりの頃の自分に今声をかけるなら、1年後もこんなに元気に過ごしてるよ、自分が思ってるよりあんまり変わらず過ごせてるよって、そう伝えたいです。この動画が今不安の中にいる誰かにとって少しでも参考や安心につながったらいいなと思います。私もこれから自分の体と向き合いながらできることを続けていきたいと思っています。4月から PD2 年生に進級します。きっとまた1年後もあんまり変わってないよって言えるように、その記録もまたここで伝えていきますね。元気な日も不安な日も、いつもここにたくさんの皆さん仲間がいるから、私は今日も一歩ずつゆっくりでも前を向いて歩いていくことができます。本当にありがとうございます。もう桜咲いてますか？こっちは都内は日当たりのいいところの桜の木はもう少し葉桜になりかけております。今日お散歩に行ったので写真を最後に載せます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。